所ジョージが所有している車がすごすぎるパート2、ポンテアックファイヤーバード。所さんのギターと同じブルーグリーンメタリックで塗装、仕上げはマジックで手書きなのだ。シボレーサバーバン 8200cc のエンジンが搭載された究極のサバーバン。色は世田谷ベースカラーなのだ。シボレーカマロ Z にイワチ、チドリースのシートや外装の塗り分けなどディティールはほぼオリジナル仕様なのだ。フォードブロンゴ、所さんがカリフォルニアへ直接行って買い付けてきたのだ。日産フェアレディ Z、 世界一周するための資金が欲しいアメリカ人から購入。アメリカ仕様であるため左ハンドルなのだ。シボレーコルベットスティングレイ、所さんとコルベットの付き合いは長く、20代の頃から色々乗ったが、コルベットの中で一番かっこいいと思い出の一台なのだ。ヒロミの所有している車がすごすぎるポルシェカイエンクーペ。奥さんの松本伊代が人生で一度は乗ってみたかった車だったらしく、ヒロミがプレゼントしちゃったのだ。フェラーリ FF、 フェラーリ初の4輪駆動で4人乗りのワゴン。珍しいクリーム色のボディカラーに一目惚れして買ったのだ。ジムニーシエラ16回 1300cc エンジンを1600に積み替え、ベンツのゲレンデ風にカスタムしちゃったのだ。スカイライン 32GTR、 初めての愛車がスカイラインだったこともあり、ヤバすぎる極上個体を目の前にし即決で衝動買いしてしまったのだ。シボレーマリブ、ヒロミが生まれた年と同じ1965年製のシボレー。アメ車は20年乗っていなかったが、マリブが同じ年だったことが決め手になったのだ。所ジョージも大絶賛しているのだ。ヒロミの所有している車がすごすぎるパート2、ベンツ 560SL。 自分で楽しく乗れる車を探していたところ、たまたまこの旧車を見つけ購入を即決したのだ。ベンツ好きのユウに見せたところ、超可愛いと大絶賛したのだ。フォルクスワーゲンタイプ3、ヒロミとほぼ同い年の1967年のワーゲンで、後ろが可愛いファストバックボディなのだ。ハイゼットトラックジャンボ、自分の誕生日に自分で買ったいわゆる軽トラで、材料の買い出しや作業用として大活躍なのだ。テスラモデル3、たまたま手放そうとしていた友人から譲ってもらい、ヤサスを装着しボンネットをカーボン仕様にカスタム。あっという間に一点物のテスラに仕上げたのだ。ポラリスレンジャー、公道を走れる本格幅ギーで、主にレジャー施設に導入されているのだ。ちなみにエアコンはもちろんラジオもドアもついてないのだ。所ジョージがライター1本と愛車を交換。所ジョージといえば車好きで有名だが、とある番組収録の休憩中にライターがないことに気づいた所さんが、近くにいた共演者のマネージャーのライターに興味を示したのだ。所さんはそのマネージャーのもとに駆け寄り、君のライターいいね、よかったら僕の車と交換しないと提案したのだ。そして所さんはライター1本をもらうのと引き換えに、当時乗っていた100万円の愛車フィアットを本当にそのマネージャーにあげたのだ。所さんにこの噂は本当かと尋ねると、本当だよと認めた上で、面白いじゃん、だって後々こんな噂になってテレビで取り上げてもらえるんだから、100万は安いもんだろうと少し照れくさそうに言ったのだ。所さんならではの気前の良さがすごすぎるのだ。アッコも逃げ出す柳葉と城の手乱伝説。伝説1、柳葉は羽賀健二のことが大嫌いで、新宿で飲んだ時にたまたま出会ってしまい、女に買ってもらったと自慢する羽賀の高級車に酔った勢いでボンネットに飛び乗ってボコボコにへこませたのだ。伝説2、志村けんとの飲み会で泥酔した柳葉は突然ズボンを下ろし下半身を露出させ、なんと自身の暴れん坊を志村の頭に乗せてバカ殿バカ殿とネタにし周りをドン引きさせたのだ。伝説3、和田アキ子と一緒に飲んでいた時も下半身を露出させ大暴れ、アッコは激怒し二度と顔を見せるなと怒鳴ったのだ。さらにはアッコの店で100万円相当のロマネコンティを勝手に開け共演 NG になったとか。それ以降あの和田アキ子も柳葉が同じ店に来ると一目散に逃げ出すのだ。クッキーがプロポーズした本当の理由。野生爆弾のクッキーは29歳で結婚し、現在は2児の父親だが、当時は全然売れてなく月10万あれば良い方で、とても結婚できる状態ではなかったのだ。そんなクッキーがプロポーズした本当の理由は、なんと浮気がバレたからなのだ。同棲してた彼女が激怒し問い詰めると、女ができたんやと開き直って酒を飲み出したのだ。結婚を考えていた彼女は泣き始め、次第に過呼吸になってしまったのだ。慌てたクッキーがいろいろ
ろなめしたが過呼吸は治らずパニック状態。最終手段として彼女をぎゅっと抱きしめ結婚しようと伝えたのだ。なんと過呼吸は治りそのままの勢いで結婚したのだ。ちなみに結婚式では初めての共同作業はケーキに運動ではなくガンダムのプラモデルを2人で組み立てたのだ。黒木メイサ玉込んで負債3000万。昨年のクリスマスに黒木メイサは自身のインスタグラムで元カトゥーンの赤西仁との離婚を発表したのだ。今だから言えるが結婚発表の際にもとんでもない事件があったのだ。当時全米デビューしていた赤西は信じられないことに所属するジャニーズ事務所にこの結婚を一切事前報告していなかったのだ。ジャニーズ事務所はペナルティとして赤西の日本ツアーの中止を発表。さらに中止による負債も赤西本人に支払わせると明言したのだ。会場のキャンセル料とグッズや人件費を合わせるとなんと総額2億円にも及ぶのだ。それだけジャニーズ事務所の怒りが強かったのだ。無論黒木も無傷では済まずニューアルバムのツアーが中止になり3000万円の負債が発生したのだ。2児のシングルマザーとなったが応援してるのだ。ローラの生い立ちが壮絶すぎる。ローラは日本で生まれたが1歳の時に両親が離婚。父親と故郷のバングラデシュへ移住したのだ。そこはジャングルみたいな田舎で非常に貧しくお風呂もなくヘビやトラがたまに出てくる緑色に濁った池がお風呂だったのだ。壮絶な生活だったが6歳の時に日本に来日。そこで父親は中国人と再婚するのだ。その母親は中国語しか喋れず会話すらできず大変苦労したのだ。その後生まれた弟2人の世話をしながら貧しかった家計をアルバイトで支えていたのだ。高校生の時にスカウトされ父親に楽をさせたいという思いからモデルになるがその父親が海外療養費を騙し取り国際指名手配されてしまうのだ。壮絶な過去の中日本の人はいつでも優しく受け入れてくれたと感謝の言葉を語っているのだ。話しかけるな。木下ゆきなが子供に八つ当たり。元タレントで YouTuber の木下ゆきなが1月26日に自身の YouTube チャンネルで耐えられなくなりましたという動画を投稿し娘2人に対しての不満を爆発させたのだ。動画の冒頭からマジで今日本当にイライラしててと怒りが収まらない様子の木下によると自宅の片隅に山と積まれた洗濯済みの衣類を目にした長女からそろそろこれ畳んで片付けないとね人事のように言われたのだ。娘の不用意な一言にと思いつつその場は我慢したもののそもそも自分のものあるって分かってるなら自分の服は自分で畳んで片付ければよくないと今まで溜まっていた怒りが爆発したのだ。結果朝からもう話しかけないでと言ってしまいダメなままだなと自己嫌悪になり涙するのだ。